こんにちは。今日休みです。今日休みなの？何書いてる？漢字。そんなぐらいわかる。今麹作ってる。麹作ってる。朝これ入れた米。頭気をつけて。あ、いい匂いする。全然違う。全然違う。うまい。あ、日本酒の匂いするね。日本酒の匂いする。ね、なんていうの、どんどん日本酒の匂いとか強くなってるね。先の米から麹のところ。あ、発酵してるじゃん。これ昨日仕込んだやつ。これスターター。スターター。これを大きいタンクに入れて。入れてああ、なるほどね。麹と米と酵母入って、酵母を増やすための2週間かけて作っていきます。ああ、なるほどね。おお、いいね。いいね。いいね。で、これどうやって持っていくの？こっちから。またやっぱり日本酒はマンパワーですね。マンパワーですよ。うちの会社マンパワーの言葉使えば怒られるんだよ。もう令和って言われるから。昭和じゃないよって、マンパワーもう流行ってないよ。あ、ハンドリフトで。これでそのまま持ってくる。持っておお、すごいね。あ、書いてるじゃん。463リットル。おお。で一回このタンクに移します。こっちに。あれを。でここで踊りっていう添え仕込みって言って、水とさっきのやつの倍の水と麹と蒸した米が入ります。なんていうの、ステップアップな感じ。ステップアップの感じ。ああ、なるほどね。でこれ明日になればもうガス出てすっごい痛いよね。鼻痛くなるやつです。そう。間違って噛むとうわっていう。いつもビール発酵当時のやつをお客さんとか麹見せれば、本当に軽く匂い噛んでてもみんな話聞かない、ああってやったから、もうここら辺まで痛くなっちゃうね。そう。なるほどね。でそれでずっと酵母と麹とかであまりすぐ大きいタンク入れれば食とかになるが、少しずつここで美味しい状態でずっと続く。そう酵母がちょっとずつ元気になっていくように。なるほど。これをまたこの前来た時こういうとこなかったよ。全部木だったよ。嘘だ。前あれ違う、これあったっけ？ほー。でさっきのを入れて、これ今朝仕込んだやつ。これまだだね。またこれを明日またこれにまた水と麹と蒸した米を。なるほど。で3回に分けて仕込むから3段仕込みっていう方法でタンク1本仕込むのに。ビールもうそのやり方あるね。ダブルバッチとかトリプルバッチ、例えばうちの場合は2000リットルのタンク買って、今日デビスペイレール作って入れて酵母足して、で次の日は酵母も増えてるから麦汁だけ入れればもう2000リットルとかになれるところはできるね。いいね。でこれ1本仕込むのにお米が1500キロ。で3500リットルぐらいか。大体大瓶何本ぐらいできるかな。一升瓶で1500、600本原酒でね。すげえな。すげえ。でこれまだ仕込んでる中で、この順番かな。これがこっち一番元気かな。いい匂い。
けど日本酒の酵母結構落ち着いて発酵するね。落ち着いて発酵しますね。これだったらもう多分ビールの酵母こう溢れてるよ。泡、うんこれ泡今日本酒泡なしって泡でない酵母を使ってるので、なるほど。昔は泡あるやつでここでなんつうの攪拌機回して泡こぼれないようになるほどね。消したり、あとここかさ上げして泡こぼれないようにしたりとか。なるほど。うちそのビールの酵母によってもう半端ないやつあるよ。イギリスの酵母とかもう溢れてくるんだよ。でドイツの場合は結局その溢れてくる酵母が一番元気じゃん。それを取って次の仕込みに使うと一番生きてる、一番強い、一番健康いい酵母を上に来るから、それを全部取って次の仕込みに。そう日本酒はやんないね。その都度スターター作ってっていう酵母回収はしない。いいね。で何月から何月まで作れる？何月か。なんか大体冬しか作れないよね。まあ大体の蔵は冬。ここ夏でも作れる？作りたくない。大体11月始まるのは9月。9月から新米取れてから9月か10月頃から始まって、5月ぐらいまで。まあでもいいね。4ヶ月ちょっと休んで。なるほど。その期間はあと休みなしです。まあね、なんかもう2日に1本ずつ仕込まさっていくので。すげえな。マンパワー必要だな。いやでもコーナーにこれ見てちょっと飲みたくなっちゃったな。最初入った部屋でなんかいい感じで、ね、なんかちょっとでもちょっとだけせっかくね朝だけどじゃあちょっと飲んでみたいな。白麹の映像でもあれいいかな。